それでまあ先生はその外科医を目指して医者になられたと思うんですけれども、その後まあその流体力学を手術に応用してやるっていう強い気持ちを持ってまあ外科医になられたと思うんですが、その研究者になるまでのちょっとストーリーをお伺いしてもいいですか？その当時はまずその3次元の、今でこそコンピューターでやってる CFD 解析ですよね、数値流体力学解析はその時代はスーパーコンピューターでないとできないというふうに言われていて、で、流体力学の研究室を探すだけでも大変だったのに、ましてやその心臓や血管のシミュレーションなんかをやってる研究室は当然見つかるはずもなく、東大にはそういった教室はなかったんですか？でき始めたばっかりで、東大だけじゃなくって、印象的なのは、理研ですね、その当時、理化学研究所、循環器シミュレーションとかっていうのがごくごく始まったばっかりで、でその先生に学生の自分にこう会いに行ったんですよね。でその先生はそのなんか野球の変化球のこう気流かなんかを研究してた先生で、そう君外科医になるの当直大変だねとかって言われて、そんな人に計算なんかできないよって言われて、門前払いなわけですよ。でもその先生の研究室についていっても、血流計算してもなかなか計算が収束しないとか、そもそも何を解いてるのかもなんか分からないというような状況で、いきなりその道に行くよりかは、まずは一回外科医として一通りの手術ができるようになってからにしようと。それは研修医の頃は非常に悩みましたけれども、その時に外科のとある外科の教授の先生に言われた一言は非常に印象的で、君は今ここにいると、自分が目指すのは山の上のここだと、それをこう登っていくと時として挫折する時もあると、それをこう、坂道をくねくねとのらりくらりと登るようにして、ゆっくりと登っていけば、いつかはたどり着く日も来るだろうというようなことを言われた覚えがあります。でそんなことから、まずはその消化器外科、胃がん、大腸がん、直腸がんまで手術やりましたけれども、それを一通りやって、いわゆるその外科医の研修ですよね、一般外科のね。それもその、手術そのものも僕は非常に楽しめたので、手術そのものに興味があって、できれいにこう、腸管吻合するとか、そういうのも非常に面白かったので、今はもうなんか全部自動になっちゃいましたけどね。自動になりましたけどね。ガチャガチャってそうなんですよ。僕らの時代ね、手で縫ってましたよね。寂しい限りですけど、ただ心臓の血管の縫合はやっぱりなかなか自動吻合器にはならないので、そもそも研修医とか絶対触らせてくれないですからね、あれね。でその後も心臓外科医として、先天心だけじゃなくって大人の弁膜症だとか、狭心症のバイパスの手術だとか、いろんな手術を一通り学ぶということの中で、医者になって10年経ってきた頃にようやくコンピューターサイエンスの時代が追いついて、で、コンピューターで、流体の解析ができるかもしれないと。でその時に、初めて、工業用のですね、自動車業界なんかで使われている CFD のライセンスを使って、ポンタンの手術の模型を作って、計算をしようと試みたことがあります。でしかしながら工業用の、それは 3D プリンターで作ったんですか？いや 3D のプリンターにしないで、コンピューター上で 3D で CAD でモデルを作るんですよね。で CAD でモデルを作って、今からすると非常に原始的なというかプリミティブな有限要素法の解析のソルバーで、先生もよくご存知のアンシスが売っていたんですよね。で当時まだ若手の外科医だった僕がアンシスに問い合わせると、これはお医者さんには使えるようなソフトウェアじゃないからと、医学部に過去に4施設打ったけどとても難しくて使えないと言ってクレームが出たので、もう医学部には売らないというふうに言われたんです。へえ、すごいですね。しかしながら、その当時の北里大学時代の僕の上司が非常に僕の研究に理解のある人で、アンシス社に掛け合って、こいつはな医者って言っても普通の医者じゃねえんだよとかって言うて強引に買ってしまわれたんですよね。
でそのことがきっかけで、フォンタン手術の人工血管の適正なサイズに関する、流体解析の研究ができて、でそれをアメリカの学会で、胸部外科学会で報告して、でそれが今や心臓外科のアメリカの教科書に、掲載されるようになって、で一通り医者になって10年経って学生時代の目標を到達したと。なるほど。いうような経緯があります。